こんにちは、さおりです。北海道で農業をしています。冬は農作業がお休みのため、キャンピングトレーラーで日本一周中です。ということで、今回は山口県から始まります。山口県の山賊にやってきました。見えるかな？ここにお祭りって書いてます。山賊は名物の山賊焼きなどがあるお食事処です。まず最初に注文を紙に書いてお会計をしてから席に着く感じらしいです。席は自由なので自分の好みの場所を選びます。冬の期間はこたつになっていて外でも暖かいです。一つだけ小屋になっていて私はそこにしたんですけど、暖房もあるし外の雰囲気も楽しめたので、ここおすすめです。山賊焼きと冷ややっこと餃子を注文しました。こんにゃくかな。いただきます。次に山口県阿武町にある総合環境寮にやってきました。結構橋梁までの道は狭くって、手前にあるトンネルもなかなかの狭さでした。橋梁はこんな感じ。電車が通ってるところとか、夕日とかはね、すごい綺麗みたいです。お昼ご飯を食べに道の駅まで移動してきました。千座キッチン、かわいいお鍋の絵が描いてあります。ということで今日のお昼は串です。バラと桃かな、これが。で、この下は全部皮大好きなんでたくさん食べます。あとなんだっけ、チキンごぼうみたいなごぼうが入ってるやつ。ご飯を済ませてからすぐ隣に船乗り場があったので乗ってみました。1日に数本しか出てなくて、最終便だって言われて、なんだかよくわからず乗りました。最初は優雅な船旅だったんですけど、なんか気づいたらアトラクション乗ったみたいに揺れてました。結局この船は島の周りを回るだけだったんですけど、この船がめちゃくちゃ楽しくて、そこからね、すごい船に乗りたくてしょうがない人間になりました。別府弁天池に来てます。山口県2日目は宮市に来ました。めっちゃ透き通ってる。思ったより透き通ってる。すごい透き通ってます。こんなに透き通ってるの初めて見たかも。周芳堂は日本で最大の鍾乳洞で、全長 8.8 キロもあるらしく、中に入るとめちゃくちゃ広いです。
冒険コースっていうのがあったので行ってきました。私以外誰も登っていなくて、しかも最初の方は暗すぎて結構周りが見えてないです。頂上からスマホで撮ったらこんな感じ。ということで疲れたので帰りにアイスを食べました。天気がいいので角島大橋を渡って夕日を見に角島の海岸へ。海岸のちょっと手前にカフェがあったので、そこでピザとケーキを買って夕日を見ながら食べようって思ってたんですけど、なんかトンビに狙われてたみたいで、一瞬で持ってかれました。本当にびっくりした。でも、お目当ての夕日はめちゃくちゃ綺麗でした。農家の休日、農民ホリデー。ということで、山口県を出て、ついに九州にやってきました。カルストを見に、まずは吹上峠へやってきました。そもそもカルストって何って思ったんですけど、このたくさんある石は石灰岩と言われ、もともとはサンゴ礁だったそうです。そんな石灰岩は雨水とか酸性水に弱く溶けていき、この地形になりカルストと呼ばれているそうです。タヌキだと思ったらハクビシンでした。地元のおじいちゃんが景色のいい場所に案内してくれるみたいでついていきました。おじいちゃんは写真家だったようで、いろんな四季のカルストの風景を見せてくれました。宮崎県に来ました。今、高千穂にいます。高千穂牛うどんとチキン南蛮ドッグです。ということで本当はね、福岡から回ろうと思っていたんですが、数日間天気が悪いってことで、宮崎方面はとりあえず雨は回避できそうだったので、先に宮崎に来ました。ちょうど紅葉が見れました。高千穂は日本神話の地だそうで、神話にまつわる場所がたくさんあるみたいです。高千穂は畑の感じとか山の雰囲気とか、見ててとても落ち着くような私好みの場所でした。これから高千穂鉄道に乗ります。2時20分のに乗ろうって思ったんですけど、もう満車で、これから3時のやつに乗ります。乗ります。すっごい雨、やばーい。
15時発グランドスーパーカート発車いたします。まさかの乗る時間になって雨が降ってきました。ちなみにこの乗り物は正確には高千穂アマテラス鉄道だそうです。高千穂橋梁が見どころみたいで、すごい高い橋なので風が強いと入れないこともあるみたい。このメインの場所に来る頃には雨も止んでくれました。景色がとても綺麗でした。夜の8時から毎日夜神楽という演目を高千穂神社でやっているそうなので見に行きました。ネット予約があるらしいんですが、もう行った日から2日後ぐらいまではほぼ満席で、直接受付人数も少しですけどあったので、なんとか入れました。椅子とかはないので、みんな座布団を持参してきてました。もちろん私は持ってきてなくて、演目の時間は60分くらいなんですが、結構足とかお尻とか痛かったです。演目の内容としては神話を再現しているんですけど、途中から観客を巻き込んだりするので結構面白かったです。なかなか夜の時間に観光することってないし、道の駅からも近い場所だったので行きやすくて良かったです。今、宮崎県の秋葉村っていうところに来てます。すごい本当に山の中なんだけど、神社です。利根川神社って合ってるかな。紅葉が綺麗。ということで、高千穂からだいぶ山の方に入って、椎葉村に行ったんですけど、山の中だったので結構狭い道だったり、ガタガタな道が多かったです。今までいろいろなところに行って、狭い道は通ってはいたんですけど、スレスレのところもあったりで、結構ヒヤヒヤしました。椎葉村を出てさらに南に進みます。山を抜けてコンビニで少し休憩と思ったらトレーラーの主軸が曲がってました。なのでここから2日間くらいは旅を中断して、鍛冶職人による修繕作業が始まります。ということで長くなったんですが、一旦ここまで。トレーラーは治ったんでしょうか。まあ治って旅は続けるので、ぜひまた見ていただけると嬉しいです。バイバイ。